今回のエフェクト紹介は、アフターエフェクツに標準搭載されたエフェクト、フラクタルノイズについて解説していきます。フラクタルノイズは標準エフェクトの中でも汎用性が高く、使う頻度が高いエフェクトです。使用目的は多岐にわたり、他のエフェクトと組み合わせることでいろいろな表現が可能になります。このエフェクトは平面に適用することでノイズのテクスチャを作成できます。ノイズの種類は十数種類用意されており、それぞれノイズにアニメーションをさせることができます。このノイズ、いろいろな使い方ができます。ノイズの細かい設定をしてタービュレントディスプレイスと組み合わせれば、このような煙の背景を作成したり、炎のような流体の表現も可能です。さらにノイズを引き伸ばして線状にして流線背景も作成できますし、標準エフェクトの曲座標と組み合わせることで画面奥からの流線背景も作成できます。さらに標準エフェクトのディスプレイスメントマップと組み合わせると、このような画面ノイズの効果をつけることも可能です。このようにフラクタルノイズは様々な使い方ができるエフェクトですが、今回はフラクタルノイズの使い方と各パラメータの解説をします。この動画を見て、まずフラクタルノイズというエフェクトの使い方を理解して自由自在に使えるようになりましょう。そしてこの動画でパラメータの調整方法を理解してもらって、動画の最後に実践としてフラクタルノイズを使用して簡単な炎を作成していきます。それでは早速使っていきましょう。新規でコンポジションを作成します。フル HD のデュレーションは5秒で作成します。フラクタルノイズは平面に適用して使用するエフェクトなので、まずコントロールプラス Y で平面を作成します。平面を選択した状態でエフェクトからノイズ&グレイン、フラクタルノイズを選択します。これでノイズを作成できました。エフェクトコントロールパネルでパラメータを調整していきましょう。上から順番に説明していきます。まずフラクタルの種類、ノイズに使用する図形を選べます。17種類から選ぶことができます。そしてノイズの種類、これはノイズのテイストを4種類から選べます。プルダウンで選択してフラクタルの種類を確認してみましょう。フラクタルの種類を一覧で出します。さらにそれぞれのノイズの種類を変更した時の見た目がこのようになります。フラクタル17種類とノイズ4種類なので、計68種類のバリエーションがあるということです。ノイズの種類、ソフトリニア、リニア、スプライン、ブロックの違いを、形状の違いが分かりやすいフラクタルの最大を使用して見てみましょう。この画面を見て分かる通り、リニアがシャープで硬く、ソフトリニアは柔らかいイメージ、スプラインはさらに丸みがあり柔らかいイメージです。ブロックはどのフラクタルを使用してもブロックノイズになります。私はリニアの硬い表現はあまり使用しません。通常ソフトリニアを使用してさらに柔らかいイメージで使用したい場合にスプラインを使用するって感じですね。次の反転のチェックはノイズの白黒を反転します。フラクタルの種類が基本の時に反転しても効果が少ないですが、フラクタルの種類がダイナミックやにじみの時に反転するとノイズのイメージがガラッと変わります。コントラストは明暗の差、暗いところをさらに暗く、明るいところをさらに明るくできます。明るさは全体の明るさを明るくしたり暗くしたりできます。コントラストと明るさを調整することでノイズの残す部分の範囲を調節することができます。次のオーバーフローはコントラストと明るさを調整した時の白飛びした部分と黒つぶれした部分の処理です。ほぼデフォルトの HDR 効果以外使用しませんが、普通輝度0以下はそれ以上暗くしても黒のまま、輝度255以上はそれ以上明るくしても白のままですが、ラップバックに変更すると輝度255に到達して、さらに数値を明るくすると限界値255で折り返して、今度は輝度が暗くなっていきます。つまり限界値がなくなり明暗を繰り返すようになります。この状態でコントラストを上げていくとこのようなノイズの層ができ、面白い表現ができます。次はその下、トランスフォームの項目を開いてみましょう。ここではノイズの回転とスケール、
さらにノイズをスライドするための乱気流のオフセットを設定できます。スケールの重央比を変更したい場合、重央比を固定のチェックを外すことで幅と高さがそれぞれ調整できるので、このようにノイズを縦に伸ばして線の表現も可能になります。乱気流のオフセットはノイズをスライドすることができます。下の遠近オフセットにチェックを入れることで、乱気流のオフセットを動かした時に手前と奥でスライドの速度が変わり、遠近感を表現できます。その下の複雑度は1から20の数値で調整できます。数字が大きくなるほどノイズが複雑になり、ノイズに細かいディティールが追加されます。一旦複雑度の説明が分かりやすいように、ノイズの種類をブロックに変更します。複雑度を1に変えてみましょう。ノイズが単純化されました。フラクタルノイズの構造を説明すると、メインのノイズのレイヤーとサブのノイズのレイヤーが重なって出力されています。下のサブ設定の項目では、サブのノイズのトランスフォームを設定できます。複雑度の数値を上げると、サブのノイズのディティールが追加されます。今複雑度が1なので、サブのノイズは表示されていません。つまり今表示されているのがメインのノイズです。複雑度を2に変更すると、初めてサブのノイズのレイヤーが合成されます。サブ設定でサブのノイズのオフセットを動かしたり、回転で動かしてみると、メインのノイズにサブのノイズが重なっているのが分かります。動かしているサブのノイズを見ると、メインに比べて細かいノイズになっているのが分かりますね。一番上のサブ影響のパラメータで、サブのノイズの合成の強さを調節できます。0% にすると、サブのノイズのレイヤーは表示されなくなります。この数値は単純に不透明度ではないので分かりにくいんですが、 100% にするとメインとサブが1対1で合成されている感じになります。このサブ影響の数値は1万%まで上げることができ、ここまで上げるとメインのノイズは表示されなくなります。とりあえずサブ影響は 100% にしておきましょう。サブのノイズはメインのノイズを単純に複製したものです。今サブのノイズがメインより細かいのはサブスケールが 56% になっているからです。サブ設定でサブスケールを 100% にします。これでサブのノイズがメインのノイズと同じスケールになりました。オフセットを00にして回転も0にします。サブスケールを中心にチェックを入れます。このチェックを入れることでサブのノイズをメインのノイズの位置に合わせることができます。今サブのノイズがメインのノイズに完全に重なっています。同じものが重なっている状態ですね。サブのオフセットに X に20と入力して、サブを20ピクセル右にずらしてみましょう。複雑度を2から3に上げると、3枚目のレイヤーとしてさらに20ピクセルずれたレイヤーが複製されました。複雑度を4に上げると、4枚目のレイヤーとしてさらに20ピクセルずれたレイヤーが複製されます。これが複雑度の正体です。複雑度を上げるとサブのノイズのレイヤーの枚数が増えていきます。その複製はサブ設定の数値に基づいて複製されていきます。ではオフセットを0にします。今サブのノイズがメインのノイズに完全に重なっています。複雑度は2にします。サブスケールを 50% にします。サブのノイズが細かくなりメインと合成されます。この状態で複雑度を3にすると、さらに 50% 小さいレイヤーが複製され合成されました。複雑度を4にすると、さらに 50% 細かいノイズが合成されました。このように複雑度を上げると細かいディティールまで描画されているように見えるということです。今説明したメインとサブのレイヤーに分かれていることを意識するだけで、サブ設定と複雑度がうまく調整できるようになるはずです。そしてその下の展開のパラメータはスライドすることでノイズのアニメーションをさせることができます。ノイズがうねるように動きます。上にある乱気流のオフセットと合わせて使用することが多いです。乱気流のオフセットは単純にノイズをスライドしますが、展開はノイズそのものがうねるように動きます。展開のオプションのサイクル展開のチェックを入れることでアニメーションをループさせることができます。例えばチェックを入れてサイクルに1と入力すると、展開が360度で1周期となります。キーフレームを入れてアニメーションさせると、0フレームのところで0度、
1秒のところで360度でキーフレームを打ちます。再生します。アニメーションがスムーズにループしています。サイクル展開のチェックを外してみましょう。アニメーションがループされていないですね。その下の不透明度はこのフラクタルノイズの不透明度です。あまり使わないと思いますが、分かりやすいように平面を赤に変えます。今このエフェクトは平面に適用しているので、赤い平面の上に効果として描画モード通常で合成されています。なので不透明度を下げると赤が出てきますし、描画モードを加算に変更すれば赤い平面と加算で合成できます。これで一通りパラメータの説明が終わりました。複雑度を理解して使っていけばかなり細かいコントロールができると思います。フラクタルノイズはパラメータの種類も少ないですし、使用頻度も多いと思いますので、使っているうちに自然に慣れていくと思います。この動画がためになったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。それではフラクタルノイズを使用して炎を作成してみたいと思います。まず基本としてフラクタルノイズでは1枚のレイヤーで煙などのリアルな流体の表現は難しいです。複数のレイヤーにフラクタルノイズを適用させ、描画モードをスクリーンや乗算、オーバーレイで重ねてノイズ自体を複雑にしていきます。さらにレイヤーごとにアニメーション速度を変えて奥行きを持たせたり、マスクを使用してノイズを作っていきます。では炎を作っていきましょう。コンポジションを作成します。サイズをフル HD より少し大きいサイズで作成します。1920×1080 の中央比固定で幅を2080ピクセルにして作成します。名前をレンダーファイヤーとして、デュレーションは10秒で作成します。平面を作成して名前をノイズ01としてフラクタルノイズを適用します。エフェクト、ノイズ&グレイン、フラクタルノイズを適用します。フラクタルの種類はダイナミックツイスト、ノイズの種類はソフトリニアのままで OK です。コントラストを135、横を潰したいのでスケールの重央比を固定のチェックを外して幅を65、高さを150にします。乱気流のオフセットのストップウォッチをオルトを押しながらクリック、エクスプレッションで X は X の値、Y の値にマイナスタイム ×500 と入力します。これで下から上に秒速500ピクセル、ノイズがスライドするようになります。展開もエクスプレッションでアニメーションさせます。展開にはタイム ×200 と入力します。秒速200ずつ増加するアニメーションです。これでノイズ自体もうねるようにアニメーションします。ではこのままではノイズが単純すぎるので、大きいうねりのノイズを作成します。今作ったノイズを複製してノイズ02として数値を変更します。トランスフォームでスケールを大きくします。幅300、高さ350に変更します。エクスプレッションの値も変更します。オフセットの速度をタイム ×700 に変更。展開はタイム ×400 に変更。手動でオフセットを適当にずらしておきます。レイヤーの描画モードをオーバーレイにして重ねます。再生します。ノイズはこんな感じでいいでしょう。この時スクリーンだと白部分を足して、乗算だと黒部分で削ることができます。オーバーレイは明るいところはスクリーン、暗い部分は乗算の処理をしてくれます。今回はオーバーレイで合成します。すべてのレイヤーを選択してプリコンポーズします。名前の末尾をノイズとします。それでは画面の下から上に炎をメラメラさせたいので、平面を作成して名前をグラッドとしてレイヤーを下に移動します。エフェクトの描画、グラデーションを適用、ソロ表示します。このようなグラデーションができました。ソロを解除して上のノイズのコンポの描画モードを焼き込みカラーにしてグラデーションを調整します。
再生してみましょう。調整レイヤーを作成して名前を CC とつけます。カラーコレクションの略です。エフェクトからカラー補正トーンカーブを適用します。トーンカーブを調整して炎に色をつけます。まず明るさを調整しましょう。では色をつけていきます。トーンカーブを複製します。数値をリセットした上で RGB チャンネルをそれぞれ調整して色をつけます。赤チャンネルのグラフを持ち上げて炎のハイライト部分を黄色っぽくしたいので、緑チャンネルはハイライトを持ち上げて暗い部分は抑えてこのような S 字カーブにします。青チャンネルは全体的に下げて炎を赤っぽくします。トーンカーブを複製してリセットして少し炎を明るくします。とりあえずこんな感じでいいでしょう。すべてのレイヤーを選択してプリコンポーズして名前の末尾をカラーとします。次はこの階層で炎の発光感を出します。グローのことです。レイヤーを複製してエフェクトブラー&シャープからガウスブラー、ブラーを4にしてスクリーンで重ねます。これを複製してブラーを倍の8にして不透明度を半分の 50% にします。さらに複製してブラーを倍の16にして不透明度を半分の 25% にします。さらに複製ブラーを倍の32にして不透明度を半分の 12.5% にします。さらに複製ブラーを倍の64にして不透明度を半分の 6.25% にします。元のレイヤーをソロ表示して見比べてみましょう。このようにグローの表現ができました。これをエクスプレッションを使って作成する便利な方法を紹介します。別のコンポで作業しましょう。このコンポを複製して名前の末尾をグローエクスプレッションと変更して上の4つのレイヤーを削除します。ブラー4で不透明度 100% でスクリーンで重ねているレイヤーを残します。このレイヤーを複製してショートカット UU を押してブラーとシフトプラス T で不透明度を表示させておきます。エクスプレッションでブラーにディスコンポレイヤーインデックスプラス1ブラーガウス ×2 と入力します。このレイヤーの一つ下のレイヤーのエフェクトブラーガウスのブラーの値の2倍の数値という意味です。不透明度にはディスコンポレイヤーインデックスプラス1トランスフォームオパシティ割る2と入力します。このレイヤーの一つ下のレイヤーの不透明度の値の2分の1という意味です。レイヤーについているこの番号がインデックスでエクスプレッションで記述したインデックスプラス1というのは一つ下のレイヤーのことを表しています。つまり不透明度に記述したエクスプレッションはこのレイヤーの一つ下のレイヤーの不透明度の半分の値という意味です。ブラーの方に記述したエクスプレッションはこのレイヤーの一つ下のレイヤーのブラーの2倍の値という意味です。なのでレイヤーを複製するたびに不透明度は半分になりブラーの量は倍になっていきます。このエクスプレッションはグローをかけるときに便利ですので覚えておきましょう。あとは元になるブラーの値を調整してあげれば
ブラー具合が調整できます。20と入力。画面のグローが強くなりました。今回は10にしましょう。このコンポをドラッグしてコンポジションを作成。名前の末尾をディストーションとして、ここで炎に歪みを加えていきます。調整レイヤーを作成して名前をディストーションとして、エフェクトディストーションタービュレントディスプレイスで量に20、サイズ10、オフセットにエクスプレッションを記述します。Y のオフセットにエクスプレッションでマイナスタイム ×300 と入力。展開にタイム ×160 と入力します。どのような歪みか確認のためにグリッドに適用してみましょう。ここに大きい歪みも追加していきます。今設定したタービュレントディスプレイスをコピーして量を40、サイズを80に変更します。オフセットのエクスプレッションを付け直してオフセットを適当にずらしておきます。大きい歪みも確認してみましょう。炎にこの2つの歪みを加えます。タービュレントありなしで確認してみましょう。タービュレントディスプレイスの歪みも2つ加えることで単純化を防ぐことができます。次はここに炎の質感のためにエフェクトの CC グラスを適用します。同じ調整レイヤーにエフェクトスタイライズから CC グラスをかけます。ディスプレイスメントにマイナス25、ハイトに50、スペキュラーを0にします。 CC グラスはタービュレントの前にかけたいのでエフェクトの順番をドラッグして変更します。縦方向にブラーでぼかしたいのでエフェクトブラー&シャープからブラー方向を適用。値に16と入力します。これで縦方向にブラーをかけることができます。コンポを新規作成して名前をレンダーマスターとして、最後に熱による空気の歪みを追加したいので調整レイヤーを作成して名前をディストーションとしてエフェクトのディストーションからディスプレイスメントマップを適用。ノイズマップを作成します。平面を作成して平面にフラクタルノイズを適用します。フラクタルの種類をタービュレント滑らかにして明るさをマイナス20、スケールを300、乱気流のオフセットの Y にタイム ×800、展開にもタイム ×800 と入力。再生します。このようなノイズを作成します。この平面だけを選択してプリコンポーズして名前をノイズマップにします。調整レイヤーに適用したディスプレイスメントマップのマップレイヤーに今作ったノイズマップを指定して水平と垂直を輝度にします。両方置き換えに8と入力します。これで熱による空気の歪みを追加できました。歪みありなしで比較してみましょう。ディストーションで端っこが削れてしまったのでコンポジション設定を開いてコンポジションの大きさをフル HD の 1920×1080 にします。炎の位置を少し上に上げます。このために一回り大きいコンポジションで作業する必要があったということです。ディストーションなどを使用すると端が切れることがあるのでこのように素材を少し大きいコンポで作っておくとコンポを拡大せずに済みます。炎が硬いのでここから炎の微調整をしていきます。一番下の階層のフラクタルノイズのコントラストを下げて調整します。このように最終形のプレビューをロックして編集したいコンポジションをドラッグして隣に並べて確認しながら編集するといいです。
コントラストを130から100に変更してみましょう。今こちらのノイズ素材を編集していますが、変更すると左の最終形のロックしたコンポも画面が更新されます。便利です。ディティールがなくなりすぎたので120にしておきます。上の重なっているノイズのコントラストも変更します。100と入力。この最終形を見ながらの調整が最も重要です。作業の過程の段階で時間をかけるより、要素が揃ってから各パラメータを調整し直すことは重要です。やはりどちらのレイヤーもコントラストは110にしておきます。いい感じです。最後にカラーカーブで明るさを微調整します。少し赤を強くします。拡大してみましょう。こんな感じでいいでしょう。これで出来上がりです。フラクタルノイズと他のエフェクトを組み合わせることでこのような炎が作成することができました。なんとなくフラクタルノイズの使い方が分かったかと思います。フラクタルノイズを使う時のポイントは、ノイズは単純なイメージの繰り返しなので1枚では単調に見えてしまいます。複数のノイズを重ねてレイヤーを組み合わせてノイズを複雑にするのがポイントです。今回作成した炎はレイヤー1枚でもなんとかなってしまいますが、煙などを作成する場合は単調に見えないようなノイズの作成が重要になってきます。目指すところはフラクタルノイズを使用したと指摘されないようなものを作ることが大事です。ぜひ皆さんもフラクタルノイズでいろいろなものを作成してみてください。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。